ようこそコツアズ鉄道チャンネルへ。早速ですが皆様、鉄道会社が交通以外にも数々の事業を手掛けていることをご存知でしょうか。鉄道業界では鉄道などの交通以外にも不動産やバスをはじめさまざまな事業を行っているところが非常に多いです。しかしながらその全てが成功しているとは限りません。中には期待通りにいかず残念ながら失敗と評価されてしまうものもあります。ニーズを見誤ったり時代の変化に対応しきれなかったりすると思わぬ結果を招くことがあります。鉄道会社の事業は大きく取り上げられることも多く、一度の失敗が大きな影響を与えることも少なくありません。ところで JR 東日本が失敗した事業としてはどのような事業があるのでしょうか。今回は鉄道の関係有無を問わず JR 東日本が手掛けた事業の中から残念ながら失敗してしまったと見て取れるものに焦点を当て、その背景や原因について解説・考察していきます。どのような理由で失敗に至ったのか、そしてそこから何を学べるのか、一緒に見ていきましょう。それでは本編へどうぞ。Suica 利用履歴データ販売。一つ目の事業はSuica利用履歴データ販売です。2013年6月、JR 東日本は衝撃的な発表をしました。それは交通系 IC カードSuicaの利用データを日立製作所へ一部提供するという内容を公表するということ。当時トヨタ自動車や NTT ドコモなどの企業がパーソナルデータを活用したモデルの構築に成功しており、それに JR 東日本も乗っかろうと考えていました。JR 東日本は氏名や電話番号などの個人情報を取り除き、カードの ID も別の加盟 ID に変換した上で、乗降履歴データを販売する想定で進めていました。しかし利用者の拒否反応は強かったのです。本人からの求めでデータの販売、譲渡を停止できるオプトアウトの窓口には販売拒否の要望が多数寄せられ、約3ヶ月でなんと約5万5,000件寄せられる事態となりました。ところでここまでの批判となった要因としては一体何があるのでしょうか。それは JR 東日本の説明不足です。Suica履歴の販売について JR 東日本が利用者に対して当時ほとんど事前説明をしていなかったことが挙げられます。当時の利用規約にはSuica履歴の販売、譲渡について記載はなく、規約の変更も行われることもありませんでした。また文書などによる利用者への告知も当然ながらありませんでした。加えて販売を計画したデータについて具体的な中身についての説明も不十分。利用者や報道関係者の問い合わせに対しデータの項目や制度、仮名 ID の有効期間などについて十分に回答することはありませんでした。そのため専門家からの指摘が相次いだだけでなく、国土交通省がヒアリングに乗り出したことを機に新聞やテレビは事前説明がなかったのは問題と一斉に報道。それを受けて利用者からも勝手に売るな、気持ち悪いなど多数の批判を噴出させてしまったのです。また当時の JR 東日本は個人情報保護の問い合わせ窓口で申請があれば個別に対応していたと主張していました。しかしオプトアウトが可能とは周知しておらず、オプトアウト窓口の告知もしていませんでした。このような理由によって大炎上した結果、当時の計画は中止。約9年の検討を経た2022年にエキカルテとしてこの計画は再スタートすることとなりましたが、当初の構想からはかなり縮小されての計画となりました。当時思い描いていたSuicaの利用履歴データそのものではなく、築地のSuicaの全利用履歴データをもとに駅ごとの乗降客数の推移を時間帯別、10歳ごとの年代別、性別に集計。さらに平日と休日に分けた統計データとしてのみの提供にとどまったのです。緑の窓口大縮小。2つ目は緑の窓口を縮小した経営方針です。JR 東日本は2021年5月、オンライン化、チケットレス化の促進を図ると同時に、緑の窓口を2025年度までに約7割削減すると発表しました。
具体的には緑の窓口のある駅を首都圏は231駅から70駅程度、地方では209駅から70駅程度にまで削減するという方針でした。当時の経営計画では2020年の COVID-19 パンデミック以降、人口減少や働き方の変化などで鉄道による移動ニーズが縮小し、一方で人件費や固定資産関連の費用をはじめとした固定費割合が大きい鉄道事業では急激に利益が圧迫されるリスクが高いと考えており、 IT 追加事業の強化やスマホで完結できるような構造とするなど、鉄道事業を変化させるなどの構想を立てていました。そんな中で COVID-19 パンデミックによって通勤客や新幹線、特急利用者が大幅に減少したこともあり、緑の窓口削減を一気に推し進めることにしたのです。しかしながら、ここに大きな落とし穴がありました。COVID-19 感染症が2023年5月に2類から5類に移行したことで、当初の予想に反して多くの人が鉄道に戻ってきたのです。また円安効果や COVID-19 パンデミック期の我慢などが原因か、訪日外国人も以前より増えたことにより、相対的に緑の窓口の利用客は増えることとなりました。そんな中で窓口の数は減少させてしまったため、数少ない窓口には大量の利用客が殺到。朝早くに行っても1時間以上待ちになることが頻繁に発生し、結果として苦情が多数寄せられる事態となりました。また緑の窓口以外で指定席券を購入できるシステムとして、JR 東日本はエキネットの利用を進めているものの、エキネットそのものが全くもって使いにくいというのも、緑の窓口に人が殺到するのに拍車をかけてしまっています。この理由としてエキネットのシステムの問題があり、駅員並みに切符のルールを知っている人でないと、使いこなせない代物になってしまっていることがあります。大抵の人は長距離の指定席券を買う機会が、お盆やお正月のシーズンぐらいとなります。そのためこのようなシステムを使いこなせるはずもなく、高齢者を中心によくわからないから緑の窓口で聞こうという流れになってしまっているのです。加えて一つのシステムに依存しているため、システム障害が起こってしまうと混乱を招く危険性もあり、実際に2023年5月にはサイバー攻撃と思われるランダムアクセスの標的にされる事件も起こっており、 JR 東日本の新幹線特急列車網は大混乱となりました。もちろん指定席券売機での購入でも多くは対応できるものの、窓口対応が必須になる通学定期券の購入や一部寝台券の発券など、まだまだ完全に窓口レスで全て対応できるわけでもないことも、緑の窓口の大混雑と大混乱の原因を作っておりました。このような事態を受け2024年5月、緑の窓口の削減を一旦凍結することを発表。また6月には繁忙期に限り閉鎖した窓口を臨時で開いたり、縮小させた窓口を復活させる発表をすることとなりました。風力発電関連。3つ目は、風力発電関連の事業になります。JR 東日本はゼロカーボンを目指す戦略のもと、再生エネルギーとして福井県越前市及び南越前町に風力発電所を建設し、最大57,600kW の電力を供給する計画を進めていました。2020年より計画を進めており、環境アセスメントの手続きも進められていました。しかし建設予定地周辺には絶滅危惧種であるイヌワシやコウノトリなどが生息・飛来していることが判明しているため、2021年3月に日本野鳥の海外検証を提出。また経済産業省からも2021年7月、環境影響評価に対して厳しい勧告が行われました。当初は勧告などに対する対応を進めており、環境影響評価の4段階ある手続きのうち2段階目の方法書の提出、審査の終了まで進めていたのですが、進めていく中で風の強さなどが想定を下回ることが判明し、事業性の確保が困難な見通しとなりました。そのためこの計画は2024年4月に取りやめることとなり、国や県、地元市長に中止の届け出が行われる結果となったのです。さらに風力発電関連の失敗は福井県だけでなく、山形県米沢市でもありました。
米沢市では2019年から栗子山に風力発電機を10基設置し、2029年3月から合計34メガワットの発電を開始する計画が進行していました。しかし栗子山にも同様に絶滅危惧種であるイヌワシ等が生息していることが判明。またもや経済産業省から環境保全措置を取るように通達を受けることとなってしまったのです。これに対して保全措置などの対策を計画した上で、2024年8月に住民説明会を行うこととなりましたが、当然ですが住民の反対を受けることとなり、8月下旬に山形県知事から経済産業省に事業中止を求める知事意見が提出。加えて米沢市からも計画を白紙撤回するよう申し入れが行われる事態となりました。その結果、こちらもスケジュールの大幅な遅延とコストの増大が見込まれることとなってしまいました。結果として採算が取れなくなることが判明したため、この計画も2024年9月に取りやめとなってしまいました。イノベーション自販機。4つ目は、イノベーション自販機事業です。JR 東日本は2017年から駅構内において、イノベーション自販機の事業を開始しました。イノベーション自販機とは、このような大画面液晶ディスプレイを搭載した黒い自動販売機で、スマートフォンアプリ、アキュアパスとの連携を特徴としていました。ユーザーはこのアプリを通じて飲料を事前に購入し、自販機で受け取るというこれまでにはない自販機の新体験を体験してもらうことをコンセプトとして始まりました。またアプリを介しての飲み物プレゼント機能やまとめ買い、自販機ではありえなかったタイムサービスやサブスクもあり、当時は一部経済誌でも取り上げられ注目を集めていました。しかし JR 東日本は2023年10月以降、順次自販機とアキュアパスのサービスを終了していくと発表。2024年3月31日をもってアキュアパスは全サービスが終了し、自販機自体はまだ稼働しているものの順次撤去されています。この理由としては、ハード面として自販機そのものの耐用年数が来てしまったというのがあります。一般的なものも含め自販機の耐用年数は、製造からおよそ5年から6年程度。そのため2017年から導入が始まったこの自販機も、製造から5年以上が経過し耐用年数が来てしまったのです。それでは自販機だけ新型のものに交換してサービスを続ければ良いのではと思うかもしれませんが、そうなることはなく完全撤退という形となりました。一体どうしてなのでしょうか。これに関してはアプリを介することによる手間の増加などによって敬遠されるようになったためかと考えられます。例えばイノベーション自販機で飲み物プレゼントをする場合は、まずは相手にアキュアパスの専用アプリを入れてもらう必要がありました。さらにラインナップは自販機ごとに異なるため、受け取り可能な最寄りの自販機を相手に探してもらい、その自販機の中から欲しい飲み物を選んだ上で連絡してもらうという必要がありました。このような手間をかけてプレゼントできたとしても、特にポイントバックなどの特典はなかったため、これなら一般的な自販機などで一緒に購入した方が結局手間がかからないというようになるでしょう。当時は物珍しさから利用客は一定数いたと思われますが、深く浸透することはなく衰退していってしまったものと考えられます。ちなみにこの自販機が運用開始となる前の2016年から日本コカ・コーラではコークオンのサービスを開始しています。スタートとしてはいい勝負だったのかもしれませんが、結果全国規模との勝負には勝てなかったというのもあるのでしょう。このコークオンに対応したコカ・コーラの自販機、東京メトロなど他の大手鉄道事業者でも見られますからね。ウォーターサーバー事業。5つ目はウォーターサーバー事業です。JR 東日本の関連会社であった JR 東日本ウォータービジネスは、ウォーターサーバーサービスアキュアマインを2020年5月から開始。当初は富士山の天然水のみの提供だったのですが、飲料事業が JR 東日本クロスステーションの中の社内カンパニー、ウォータービジネスカンパニーとなった2022年3月、自社のボトリング工場が稼働を開始したことを受けて、
関東甲信越の駅やニューデイズなどで購入が可能な谷川連峰を採水地とする天然水の提供も始まりました。この谷川連峰の天然水の歴史は国鉄時代に始まり、上越新幹線大清水トンネルを建設した際に発生した大量の地下水が工事関係者の間で美味と話題だったことが由来。これを製品化した谷川連峰の原水大清水を由来とし、2007年にフロムアクアブランドへと改組され、現在の JR 東日本の主力事業の一つに成長しました。この自販機やニューデイズなどで買えるフロムアクアの水を家庭でもというコンセプトで始まったのがウォーターサーバー事業のアキュアマインでした。特に特徴的なのはとてもスリムなサーバー本体で、台座の幅が 296.5mm、横幅約 220mm と日本最スリム幅を謳い文句とし、家族世帯のキッチンやリビングだけでなく、一人暮らしの部屋まで様々な環境で利用できるウォーターサーバーとして、JR 東日本はこのウォーターサーバー事業を開始したのです。さらにお水も他社が1本10リッター以上が基本なのに対し、その半分程度の 6.5 リッターサイズを主軸として、競合他社のウォーターサーバーより使いやすくした点もポイント。また水代をはじめアキュアマインの利用料金の支払いでも、アキュアストアポイントが100円で1ポイントが貯まるようにし、ポイントは専用通販アキュアマインストアのほか、アキュア公式オンラインストアで1ポイントを5円相当額で利用可能。さらにアキュアの自販機で使えるアキュアポイントにも交換できるということを売りとしていました。しかしこのウォーターサーバー事業ですが、当初は大宮駅や池袋駅などで大々的に宣伝こそされていたものの、結果として思うような成果を上げることができませんでした。この主な要因としては、他社製品よりも費用が高くついたというのがあると考えられます。水も非加熱処理であることを売りにしていたのですが、その料金は 6.5 リッターボトルが1本1350円、500ml 換算で 103.8 円という値段はウォーターサーバーにしては高かったのです。一般的なウォーターサーバーの水代は 500ml 換算で80円前後、高くても 500ml 換算で90円強という相場。さらにニューデイズで2022年7月より発売を開始した 550ml ペットボトルの谷川連峰の天然水バイフロムアクアはなんと1本税込み90円、その後値上げしても1本税込み98円。長く使うにつれて他社品との価格差が目についてきてしまったというのがあります。また国内の一般的なウォーターサーバーでは衛生管理として熱湯消毒機能や UV 殺菌機能を搭載している機種がほとんどですが、殺菌処理の影響で水の味が若干ではあるものの損なわれることがありました。そのためアキュアマインでは衛生面の取り組みとして国内では珍しい交換タンク式を採用し、ずっと美味しい天然水を飲むことができることを売りにしていました。しかしながらこの交換タンク代として毎月550円、水代のほか追加でかかってしまうというのもユーザーを伸ばせなかった要因になったと考えられます。このほかウプ主が実際に使っていて感じたことは、確かにお水自体は安心して美味しく飲めるのですが、やはり水代、交換タンク代ともに費用が高いことに加え、経年劣化による故障が原因なのかは知りませんが、1年くらい使うとお水が出にくくなってしまう悩みを抱えており、不具合の多さによるサーバー代も原因にあるかもしれません。このほかこのような需要に対応する過程においては、市販の2リッターペットボトルを差し込むだけでウォーターサーバーになる一部メーカーの家電に押された可能性もあります。これらの要因により結果としてウォーターサーバー事業は期待通りの成果を上げることができず、2024年3月末をもってアキュアマインサービスは完全終了。使用していたユーザーは装置返却の上で解約か、提携していたプレミアムウォーターへの契約切り替えのどちらかにてサービス終了後の対応がなされておりました。京葉線運営関連。6つ目は京葉線の運営についてです。京葉線は千葉県の蘇我から東京までを結んでおり、もともとは貨物線として計画されていました。
しかし1978年に旅客路線へと変更され、1986年3月に西船橋、千葉港間で暫定開業、その後1988年に新木場、蘇我間まで拡大。1990年に東京まで延伸され、全線開業となりました。京葉線沿線には駅前に幕張新都心が広がる上、ビッグサイトに次いで第2位の大型イベント会場施設で、東京ゲームショウや東京オートサロンなどで有名な幕張メッセや、パ・リーグのプロ野球チームである千葉ロッテマリーンズが本拠地として使用する ZOZO マリンスタジアムなどを抱える海浜幕張、ララポート東京ベイをはじめとする商業施設を抱える南船橋、東京ディズニーリゾートの玄関駅である舞浜などがあります。さらに京葉線沿線でも人口が増え続けており、直通先の内房線、外房線、東金線などからの利用者も多数。これだけ聞くと特に問題なさそうに聞こえますが、実際は失敗していると言ってもいい路線でもあるのです。京葉線はもともと総武線のバイパスとして建設され、実は蘇我、東京間の所要時間を比較してみると、京葉線周りと総武快速線周りでほとんど差がありません。そのため同じ方面へ向かう乗客を同じ会社の2つの路線で奪い合っている形となっており、事業運営としてうまいとはとても言えないものとなっています。また千葉県から首都圏へ向かうルートとして、1997年に東京湾アクアラインが開業しましたが、これ以降は東京湾アクアラインを通る高速バスに対して、京葉線東京駅を始発、終点とする暴走特急がコテンパンにやられ、鉄道の利便性のアピールを行うこともできずにいました。さらに JR の運営スキームでは鉄道の利便性向上と沿線の宅地開発を一体で進めることが当時は困難だったため、 JR の増益になりにくい構造でもあったのです。そんな中でさらに COVID-19 感染症によるパンデミックが発生。それ以前からも快速電車の縮小傾向が続いていたのですが、このダイヤ改正でラッシュ時間帯に快速や通勤快速など新木場、八丁堀に停車しない特急以外の速達電車が全て消え、京葉線で通勤するユーザーが主に利用する新木場や八丁堀から千葉県内を中心とした目的地までの移動でかなり負担を増してしまう結果となってしまいました。この発表は千葉県知事が直接抗議に至ったほどかなり大問題として取り上げられることとなり、2024年9月に一部の快速電車を復活させる再改正を行う事態へ。つくばエクスプレスも当初 JR 東日本の運営予定だったものが最終的に第三セクターの首都圏新都市鉄道となった理由も JR 東日本における採算性の理由があるそうで、その背景にはもしかすると京葉線の運営によって競合するバイパス路線を自社で運営するのは良くないと JR 東日本自体が薄々感づいていたのもあるのではないでしょうか。すっぽん養殖。最後の7つ目に紹介するのはすっぽん養殖事業です。 JR 東日本は発足当初の1987年に上越新幹線の車両基地新潟新幹線第一運転所、現在の新潟新幹線車両センター構内に養殖用の池を5面整備した上でそこにすっぽんを放ち、ゴミ焼却施設の余熱で温めた温水ですっぽんを育てる事業を始めました。当時はそのまま活すっぽんとして出荷するほか、すっぽんは自社で販売する栄養ドリンクの原材料にもなっており、その加工業者へ販売する計画もあったと思われます。しかしすっぽんはかなり神経質な動物で、空腹や音などのストレスがかかると共食いしてしまう習性があります。そのため養殖をする場合は細心の注意が必要であり、現在有名な養殖業者さんを共食いさせてしまった経験があるほど、実はすっぽんの養殖はかなり難しいのです。当然いきなり始めてうまくいくはずもなく、事業を始めてすぐにすっぽん同士が共食いを始めて全滅。運よく出荷できた1990年度の売上も84万円止まりとなり、採算が取れないとして1991年度を最後にすっぽん養殖事業からは撤退することとなってしまったのです。しかしここでの養殖事業経験が生きているのか、
JR 東日本は近年こういった食料生産事業に再び乗り出しています。2022年からは東日本大震災で被災してしまった常磐線浪江駅の空きスペースを活用して、バナメイエビ地上養殖の実証実験をスタート。福島県浜通り地区の新たな地場産業の創出を目指しており、将来的には列車荷物輸送などを活用して、バナメイエビを駅中店舗で販売することも視野に入れているそうです。このほか新潟では酒米、福島ではトマトなど、農産物の栽培事業にも子会社を通じて精力を出しており、近年は LED 光を用いた植物工場において、パクチー芽価格の生産を拡大させているなど、食料の生産にチャレンジングな姿勢を見せております。いかがだったでしょうか？今回は失敗した JR 東日本の事業をテーマとして、失敗に終わってしまった事業を7種類まとめてみました。今回取り上げた事業はこれから述べる7種類であり、水仮用履歴データの販売、緑の窓口の大縮小、風力発電関連、イノベーション自販機と飲料サブスク事業、ウォーターサーバー事業、アキュアマイン、京葉線の運営、すっぽん養殖となりました。この動画が良かったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。